RX79G EG8。ガンダム EG8 は機動戦士ガンダムの部隊である宇宙世紀0079、地球連邦軍によって開発された量産型のモビルスーツである陸戦型ガンダムを改修した機体です。1996年から3年間にわたって発売された OVA 機動戦士ガンダム第 08MS 小隊の後半で登場し、主人公四郎天田の上記としてジオン軍との激闘を繰り広げましたが、媒体によっては普通ではありえない魔改造が施された機体でもあります。今回はそんなガンダム EG8 とその派生機について解説させていただきます。それでも仲間のためなら戦える。宇宙世紀0079に繰り広げられた地球連邦軍とジオン公国軍の戦いである一年戦争において、ジオン軍が地球連邦軍に先立って人型機動兵器であるモビルスーツを運用したことから、地球連邦軍は劣勢を強いられました。そこで形勢を逆転するためにモビルスーツの開発と量産化、モビルスーツを運用するための専用母艦の建造、モビルスーツの運用方法の確立という3つを確立させるための計画 V 作戦を立案し、 RX78 ガンダムを開発しました。しかしジオン公国の地球方面軍が地球侵攻作戦を繰り広げる中、なし崩し的に既存の兵器による物量戦を行っていた地球連邦軍は有効な防衛手段を見出すことができず、ジオン軍の侵攻を防ぐことができませんでした。そこでジオン軍に対抗するべく RX78 ガンダムの運用データ収集を待たずして陸戦型ガンダムを開発し、戦線投入していくことにします。しかし陸戦型ガンダムは一刻も早く戦況を覆す必要があるという状況下で開発されたことから、とにかく早く完成させることを最重要視して開発されているため、超高性能機であるガンダムの要求スペックに満たない規格落ち部品や不採用部品といった品質検査に適合していない余剰パーツで構成された機体となりました。そんな陸戦型ガンダムに登場して戦う四郎天田少尉が率いる小島大隊第 08MS 小隊でしたが、四郎の陸戦型ガンダムはアイナ・サハリンが操縦するアプサラス2との戦闘時に氷山へ不時着して遭難し、機体は大破してしまいました。陸戦型ガンダムのビームサーベルで風呂を沸かして凍傷を防ぐなど起点を利かせた運用をすることで、連邦とジオン双方の救助が来るまで持ちこたえ、なんとかこの危機を乗り越えた2人ですが、四郎はジオンのスパイ嫌疑をかけられてしまいます。そして謹慎処分を受けた四郎の調査に赴いたアリス・ミラーは、コーヒーや吹きかけるタバコに自白剤を混入し、四郎をスパイだという証言を得ようとしていました。そんな中、四郎は謹慎処分中にもかかわらず四季の村を救うべく命令違反を犯して出撃したことから軍法会議者の重罪とされましたが、結果的にジオン兵を殲滅したことと、アリスが提出した報告書から上層部は第08小隊を銃殺刑もしくは生還率の極めて低い最前線送りにするという2択を迫りました。こうして四郎は生還率が 38% しかないラサ基地捜索という最前線への勤務に就き、謹慎中に改修された EG8 に登場することになります。08小隊特別機エクストラ08という意味を持つ機体ガンダム EG8 は、四郎の大破した陸戦型ガンダムを元気回収したワンオフ機です。陸戦型ガンダムが品質検査に適合しない余剰パーツで建造されていることから、戦線での補修用パーツの供給が十分でなかったため、足りないパーツは陸戦型ジムや現地調達のジャンクパーツなどを使用して回収されています。また回収に伴い、これまでの戦闘データや四郎の意向を反映することで、装甲の形状や搭載する武装を変更して性能を向上し、より地上戦に適した機体に仕上がっています。まず頭部としては、ガンダムを代表する V 字型アンテナは密林では破損しやすかったことから、頭頂部右側のロッド型アンテナに変更されました。またカメラカバーが赤色のものに変更されています。胴体は陸戦型ガンダムはバルカン砲とマルチランチャーを装備していましたが、 EG8 では戦術的な有用性が疑問視された結果、胸部下のバルカンのみを搭載し、代わりにザクシールド2枚を重ねて加工した装甲が取り付けられています。作中ではこの装甲のおかげでマゼラトップ砲の直撃にも耐えていました。腕部は基本的に陸戦型ガンダムのものが用いられていますが、剣部のアーマーにはスリングバーが設けられ、さらに可動式に変更されているので、上腕の可動範囲が向上しました。なお関節部はパッと見は分かりませんが、設定上は
防塵カバーが施されています。脚部は形状を変更し、膝の走行を可動式のニースパイクとしています。これにより膝をついた射撃姿勢を取る際に地面にスパイクを突き刺すことで設置性を向上させることができるようになりました。武装としてはまず固定兵装として頭部に 35mm バルカン砲が2門搭載されました。陸戦型ガンダムは頭部にシュノーケルユニットなどを搭載していましたが、 EG8 はこれをオミットした代わりに牽制用火器として搭載されています。また胸部には対歩兵用の 12.7mm バルカンを搭載しています。ただシローは対人兵器を用いた無差別攻撃を嫌っているため、あくまで一角用と考えているようです。またビームサーベルは陸戦型ガンダムと同じく脚部のサーベルホルダーに搭載しています。携行可能な武装としては陸戦型ガンダムと同様のものが使用可能です。まず連邦軍の主兵装として運用されている 100mm マシンガンはコンパクトな構造でモビルスーツを撃破可能な威力を持ちます。ビームライフルは陸戦型ガンダムの系列機に採用された装備ですが、実用化に時間がかかったため実戦部隊への配備は遅れており、運用された数は少なかったとされています。また陸戦型ガンダムが運用している大口径実体弾砲 180mm キャノンも使用することが可能ですが、本兵装は主に支援機が使用するため基本的に EG8 は装備していません。しかし劇中ではカレン・ジョシュアが登場する陸戦型ガンダムが被弾した際にカレン機の 180mm キャノンを拾い上げ、味方のサポートなしで林に潜む敵機への遠距離砲撃を成功させています。防御兵装としては改良型ショートシールドを持ちます。これは陸戦型ガンダムや陸戦型ジムのシールドに装甲弾を積装した改良版になっているので、従来のものよりも耐弾性が向上しました。なおこのシールドは EG8 専用というわけではなく、ラサ秘密工場基地攻防戦では第 08MS 小隊の全機が装備しています。その他オプション装備としては陸戦型ガンダム同様、ハイブランドセルがオプション装備用ウェポンラックを兼ねているので、予備兵装を積載可能なウェポンコンテナを取り付けることができ、ここに武装を分解して収納し携行します。また同じくウェポンラックにパラシュートパックを取り付けてモビルスーツの空挺作戦に対応する姿も見られました。なお EG8 は改修によってバランスが変わったためランドセルの推力も強化されています。劇中ではまず生還率の低い任務を言い渡される 08MS 小隊が敵の基地を特定するべく空挺降下を行いました。降下中に運悪くナウ攻撃空母と空中接触してしまうシローたちですが、発砲停止を勧告し無駄な戦闘を避けつつ地上へ降り立ちます。その後マゼラアタック隊との戦闘ではシローは敵との戦いにためらいますが、攻撃を受けるサンダース機を見て迷いを振り切り攻撃を仕掛けていきました。その後ギニアスの秘密基地に総攻撃を開始した連邦軍に対し、ジオン軍のアイナ・サハリンは戦艦ケルゲレンを発射させて一人でも多くの兵士を逃がしたいと考えます。しかしケルゲレンの脱出ルートにはガンタンク3機が配置されていたため、アイナの意思を汲み取るノリス・パッカードはケルゲレンの脱出ルートを確保するべくただ一人グフカスタムで出撃しました。こうしてガンタンク部隊の護衛任務に就く08小隊とノリスの戦いが始まります。たった1機の前にカレンとサンダースは手玉に取られ、あっという間にガンタンク2機も撃破されていきました。そして最後のガンタンクを守るべくシローは EG8 で戦いを繰り広げます。倍返したー。グフカスタムの猛攻撃の前にひるむシローはグフカスタムが回避行動を取ることを見越した上で、その進路上にマシンガン、頭部バルカン、胸部バルカンを一斉掃射しますが、ノリスはそれを見越してあえて動かずシローの攻撃を防いでいました。そんな百戦錬磨のノリスに圧倒されるシローの EG8 はヒートロッドの電撃で行動不能になり盾にされてしまいますが、機体が回復したシローは EG8 の左腕を引きちぎり反撃に出るのでした。俺は生きる、生きてアイナと添い遂げる。こうしてノリスに肉薄するシローでしたが、最終的にグフカスタムを撃墜したかと思いきや、ノリスは命を犠牲にして最後のガンタンクの破壊に成功し、シローは完全な敗北を味わいました。その後
アプサラス3の姿を確認したシローは、軍を抜けることを仲間に告げ、アプサラス3の元へ向かいます。ケルゲレンを脱出させようと、連邦軍に一時休戦を申し込むアイナでしたが、ケルゲレンが、ジムスナイパーの狙撃で撃墜されてしまったことで激高し、アイナはアプサラス3で攻撃しようとしますが、シローの姿を見て我に返ります。しかし、最終的に、アイナは兄、ギニアスに撃たれ、アプサラス3で全てを消し去ろうとするギニアスを止めるべく、シローとアイナは、共に EG8 で戦いを挑み、その消息を絶つのでした。時は経ち、一年戦争終戦後、連邦軍を除隊したミケルとキキは、消息を絶ったシローを探していました。そして、とある村で、アイナとシローという名の遺体が眠っているということを聞かされるも、最終的に生き延びた2人と再会するのでした。このように、EG8 は、電気回収の暗号機として登場し、アプサラス3を止めるべく奮戦するも、最終的に機体は大破しましたが、アニメ版以外では派生機が存在します。まず、小説版機動戦士ガンダム第 08MS 小隊では、ガンダム EG8 コアブースター装備が登場しました。これは、EG8 の下半身をコアブースターに変更したもので、アプサラス3で、アイナがギニアスに撃たれた際に、アイナの元へ駆けつけるべく、急遽改造されたものとなります。コアブースターが、もともと、RX78 ガンダムの支援機として作られていることから、規格が同じなので取り付けできたとされていますが、テストも何もやっておらず、機体のバランスは最悪で、姿勢制御はほぼできず、着地も想定されていません。シローが、好きな女を守るために、アプサラスにたどり着くことだけを考えて、ミケルに頼んで取り付けた装備となっています。次に、ゲーム SD ガンダム G ジェネレーションギャザービートやギャザービート2では EG8 の様々な派生機が登場しています。まずガンダム EG8 回です。こちらは戦場が宇宙に移る際に EG8 を宇宙用に改修したという設定や、一年戦争から8年後の宇宙世紀0087にグリプス戦役時代の技術を導入して改修したという設定を持つ機体です。さらに EG8 回には宇宙船を想定した2つの改造プランが存在します。その1つ目がガンダム EG8 ハイモビリティカスタムです。こちらは機動力を重視した機体で、装甲と火力を犠牲に高い機動力を実現した機体となります。重力下の運用は想定しておらず、武装はビームスプレーガン2とビームサーベルだけとなっています。そしてもう1つがガンダム EG8 ヘビーアームドカスタムとなります。こちらは火力を重視した機体で 100mm マシンガンとビームサーベルに加え、大口径ビーム砲サラミス砲を装備した機体となっています。余談ですが、最終的にシローは OVA 版では左足を失うも、シローの子を身ごもったアイナと共に山奥の小屋で平穏に暮らしており、キキとミケルが2人と再会するシーンで物語は幕を閉じています。小説版では似た展開となっているものの、 OVA とは反対の右足を失ったシローはアイナと共にゲリラの村に身を寄せていて、終戦から1年後娘を授かっており、ミケルの手紙を読み上げて物語が終わるという少し異なる展開となっています。なおシローとアイナは連邦政府から逃れるため死んだ村人の戸籍を使わせてもらっているので、シローはカート、アイナはジャンヌと名乗っていて、娘をキキと呼んでいます。なお娘の名前がキキになっているのは小説版の物語の進行に影響していると思われますが、小説独自の物語の進行も非常に深くて面白い内容になっているので、未読の方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。背負っていこう、2人で。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。